人といると楽しい時間もあるけど、なぜか長く一緒にいると疲れてしまう。場の空気を壊さないように無意識に気を使っている。家に帰った瞬間、どっと疲れて一人になるとむしろ安心してる。でもそれって人が嫌いなわけじゃないんですよね。むしろちゃんと人と向き合ってきたからこそ一人の時間が必要になる。今日は一人が好きな人の本音のお話。どうも、旅する起業家のルキです。今回は35歳で海外に一人で移住して仕事関係以外はほぼ一人で過ごしている僕の主観強めの一人が好きな人の本音8選という動画になっています。一人が好きな人は頷ける本音もあると思うので、ぜひ最後までご覧ください。一人が好きな人にしかわからない本音8選。1、気を使うくらいなら一人の方が楽。例えば、会話が途切れないように気を使ったり、場の空気を壊さないようにしたり、人がいる場に行くと、むしろ空気を読んでしまって、気遣いで消耗してしまう。でもこれって人が嫌いだからじゃないんですよね。むしろちゃんと相手のことを考えてるからこそ気を使ってしまう。一人が好きな人って人に興味がないからというよりは、人といると気を使いすぎるタイプ。結果的に一人の方が楽だし、いいと選んでいる人が多いと思います。2、他人にどう見られるかよりも自分がどう感じるか。人といるとどうしても相手にとって自分はうまく立ち回れるかという他人軸が作用します。例えば空気を読めるかとか、気を使えるかとか、面白い返しができるかとか、表情は暗くないかみたいな。で、若い時はそんな時期もあってよかったんですけど、年を取っていくと他人軸よりも自分軸の時間を大事にしたいなと思うようになるんですよね。他人にとってどうかではなく、自分がどう感じるかを大事にしたい。そうなると必然と人と漏れるよりも一人で旅したり出かけたりして自分の内面と向き合う時間を取るようになるんです。僕のイメージなんですけど、他人にとってのいい人、空気を見る人ってその場だけの消費されるもので、自分にとっての素直な自分はただ消費されるのではなく、自分の中に確かに積み上がっていく自分らしさや自信だと思うんですよね。3、無理に仲良くなる必要はないと思っている。昔って誰にでも好かれたい、いい人だと思われたい、そう思って当たり障りのない自分を演じてた人多いと思います。僕もそうで、お調子者をずっと演じてたんですよね。でもそれでできた友達関係ってどこか表面的なんですよね。その場は楽しいけど深くは繋がってない感じ。自分も昔そういう場によくいたんですけど、その時だけ盛り上げて、その時だけ必要とされる。例えとしていいかわからないんですけど、自分が使い捨て回路みたいな存在に感じることがあったんですよね。温かいのはその瞬間だけで、終わったらまた次の人へみたいな感覚。その場にいるためにはそこで必要とされるキャラを演じ続けないといけない。どこかのタイミングでこれずっと続けるのは意味ないし、しんどいなって気づくんです。本質的なつながりはそこでは残らないんですよね。だからだんだん広く浅くよりも狭く深くでいいと思うようになる。無理に仲良くなる必要はなくて、そのままの自分でいられる人だけでいいみたいな。そう思えるようになってからは無理してまで仲良くならなくていいし、関わる友達が減った分深いつながりと一人の時間が増えたんですよね。4、人と会った後どっと疲れて一人になると安心する。これ相手にはもちろん罪はないんですけど、人と会うまでは良くて短時間だったらいいんですけど、一緒にいる時間が長かったりすると、だんだんいつ解散できるのかを考え始めるんですよね。僕とこれまで一緒にいた人がこの動画を見てないことを祈るんですけど、で、解散できると解放された後安心するし、どっと疲れてたりもする。例えば終わりが見えない地元の飲み会、2次会、3次会が普通みたいなのはもう最悪のパターンです。僕こういう場合は何時までは入れますって事前に言っておくようにしてます。その場に行った後にこういう事情で帰るというと、その時の雰囲気とかノリがあったりして言いにくい状態もあるじゃないですか。ノリ悪いなとか言われたりするので、事前に帰る時間を伝えておくとスムーズに脱出できます。5、誰かに合わせるより自分のペースで動きたい。人といるとどこに行って何を食べていつ移動するか全部相談ベースになりますよね。自分がお腹減ってても相手が減ってなかったら我慢したり、自分が行きたい店でも相手が興味なさそうだったら他の店を選ぶこともあると思います。もちろん人と決めるのが楽しい時もあるんですけど、自分のタイミングじゃない感覚を優先しやすい。人といても我流を押し通す人も中にはいるんでしょうけど、それは僕はできないタイプです。本当は今ここに寄りたいとか、今は動きたくないとか、そういう自分の本音とのズレが生まれていく。でも一人だと全部自分で決められるし、全部自分のペースで動けます。だから人と行動するよりも気
結局は一人の方が楽だし、ストレスがないし、心地いいんですよね。これってわがままじゃなくて、自分の感覚を大事にしてるだけなんです。6、一人だとどこにでも行ける。例えば、人とどこかに行くことが前提になると、まず相手の予定と予算感と行ける場所の範囲を合わせる工程が生まれます。これが近場のカフェでお茶するくらいならすぐに実行できるんですけど、じゃあ北海道に行こうとか沖縄に行こう、海外に行こうとなってくると、なかなか予定が合わなくて、自分が旅に行く予定自体がどんどん遅れてしまうんですよね。友達となかなか予定が合わなくて、気づいたら1年経ってたみたいな。そうなるなら最初から自分一人で行くと決めて、計画を立てて行った方がどこにでも行けます。2日休みがあるから近くの台湾や韓国に行こうとか、バイクでノープランの旅に出かけようとか、一人だからこそ行ける頻度と範囲が広がるのはあると思います。7、ぶっちゃけたまに寂しくはなる。これ人によるかもしれませんが、中には一人でも全く寂しくない人もいるとは思います。ただ僕はたまに寂しくなる時はあるのも本音なんですよね。例えば子供たちと楽しんでる家族を見たり、夕日を手をつないで幸せそうに見つめている老夫婦を見たりすると、誰かとのつながりもいいよなと急に寂しくなる瞬間はあります。あとは家族愛とかそういった映画を見たりすると、見た後に僕タイで一人じゃんと急に寂しくなったりもします。けどいざ人といると一人になりたいってなるんですよね。天の弱なんですけど、僕の場合は完全にずっと一人がいいというよりは、一人の時間がベースでありながらも、たまに人と会ったり交流してつながりも大事にしたいなとは思います。8、一人は孤独ではなく自由である。一人っていうと寂しい人とか孤独だとか、そういうイメージを持たれがちなんですけど、一人好きからすると誰にも縛られない、誰にも合わせなくていい、自分のままでいられる時間なんですよね。孤独というより自由なんです。僕は特にもともと常に誰かといたり、大勢と関わってた、むしろ真逆のタイプの人間だったので、30歳を超えてからこの一人時間の価値を知った時は感動しました。人といて他人の軸の中で表現してた時の自分よりも、自分の中で自分がどうありたいかを問いながら自分の感情と向き合って行動にも移す時間の方が本質的な自由を感じます。ここまで僕の主観強めで本音を8つ語ってきました。わかるなぁと共感できた人、自分はここは違うなぁと思った人もいるかと思います。僕が思うに、一人が好きな人はちゃんと人と関わってきて、ちゃんと気を使ってきて、ちゃんと空気を読んできて、その上で無理しなくていいかなって思うようになった人。これって性格もあるかもしれませんが、経験の結果なんですよね。自分の中の無理していることをやめていくと自然とそうなっただけ。だから無理に変えようとしなくていいし、むしろその感覚の方が自分に正直に生きることだと思います。時には人といることも大事だし、一人でいることも大事。その時の自分次第でどっちも選べる状態が一番いいかもしれません。最後に僕の話を少しします。僕はもともと一人が好きでとか、友達がいないタイプじゃなくて、むしろ逆のタイプの人間でした。人と常にいて、むしろ中心にいるタイプだったんです。で、そんな自分を20代までは生きてきたんですけど、20代の後半からこれから30代になることを考え始めてから心境が変わり始めました。まず気づいたのは、自分は人といる時に無理してたこと、無理して社交的な元気な自分を演じてたんです。で、家に帰ると疲れてオフモードに入る。けどそれは友達は知らないみたいな。で、その偽りの自分を今後も生きることは違うなと思ったし、僕自身がそれ以外のもっと自分一人の時間ですべきことに気づいてなかったし、やってこれてなかったんですよね。例えば自分が今後どう生きたいのか、本来の自分はどれか、今の延長線上で自由は手に入るのか、このまま会社員のまま渋谷のオフィスに通い続ける。友達もそうしてるから自分もそうする。こういう本質的な問いや自分との対話は一人の時間を作るようになって、他人軸から外れた人生を生きてみて初めてできるようになったんです。あとは具体的な知識やスキルの部分、経営の勉強も税金のことも投資のこともブランディングやマーケティングのスキルも一人の時間を作ったことによって勉強できました。で、今は多くはないけど本音を言える仲間とは繋がってるし、タイに一人で移住してきて海外で何者でもなくなってさらに楽になって解放されてます。このチャンネルについてもその他大勢と繋がりたいからじゃなく、共鳴できる人、自由に自分らしい人生を大事にしていつまでも成長したい人と繋がれたらいいなと考えて始めています。今回はいつもの動画とは少し違って僕の主観と今の心境を話させてもらいました。ぜひあなたの一人が好きな本音や
感想などあればコメントで教えてください。このチャンネルではこれからも旅と人生にまつわる動画や世界の実業家たちのためになる情報、そして自己理解や成功法則を軸にあなたの人生のスイッチを押す発信をしていきます。ここまで見てくれているあなたはさらに自己成長できるすごい人です。最後までありがとうございました。ではまた次の動画で会いましょう。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。一緒に成長していきましょう。